こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、地上からのゲーム再開です。今日の天気は晴れのようです。が、心なしやや暗い？テリーが地上に出ちゃったからね。違います。多分雨だけどサバンナだから降ってない現象です。ちなみにここならチェストを開けようがないので、ワールド再生成中の訪れの訪れは恐るるに足らずです。で、あと 1.8.7 が来てたので上げておきました。さて、これからの行動計画ですが、まずは塔に這わせたはしごを鶴に張り替えます。ご指摘いただいたんですが、鶴からはしごには登れないそうなんですよね。まあ統一感があった方が見栄えはいいわね。お、やっぱり雨です。ちなみにここの湿地バイオームは前回粘土をかき集めたところなんです。座標確認してみたら、今立っている場所は初日の出見た湖の底からすぐ近くでした。さてハサミを新調して、サクサク鶴の大量採取を始めます。これは多くの木ですね。葉っぱと原木も取っておかないと。さて、収集ブロックですが、ついに2ページ構成になりました。ちなみに企画当初に地下での入手を予定してて結局入手できなかったのは、苔石、スライムブロック、干し草の俵、それに橙色の羊毛と粘土です。逆に予定なく入手できたのはひびの入った石レンガ一つです。入手できること知らなかったのよね。さてあとは多くの原木です。そういえば地上での入手予定ブロックを整理してみたんですが、一部除いてバイオームごとに散っているんです。メガタイガのポドゾル、キノコ島の金糸、メサの赤砂などを考えると、結局ブロックをかき集めてたら、冒険の時間実績の主要なバイオームは割と網羅できそうなんですよ。つまり、全実績解除の目標がなくても悪夢は避けられないのね。いえ、今回は前作で調べたバイオームの広がり具合の知識を活かし、地図を埋めようとせず格子状に通り抜けます。かなり早く全部見つかると思います。日が暮れてきたのでひとまず地下に戻りますね。そういえばベッドを持ってくるの忘れてました。ついでにはしごと鶴のつながりを確認します。降りるときははしごも鶴もスムーズです。さて登るときは、つっかえた。まあ後ろのブロックに一体何がしたかったのよ。後ろのブロックに乗り移ってはしごにジャンプで飛びつこうと。まあこんなこともあろうかと即時アイテム回収です。落下死したことなんか所詮、夢幻のごとくなりなんです。経験値激減してるし、それにそれ死ぬ直前に歌うべきものでしょ。まあでもこれで私は7人目。ラッキーセブンです。西洋から来た言葉らしいので洋芸のマイクラとは相性が良いでしょう。運を使う方向性を間違えなければね。さて何事もなかったことにしてクラフトにかかります。まずは入手できた鶴を使って苔石です。続いて苔石レンガですが、石レンガがちょうど一つ余ってました。次が、このプレイ直前にレシピを覚え直したピストンと粘着ピストンです。そういえば、このスライムボールはゾンビが持ってきてくれたんですよね。当時はたった2つじゃ役に立たないと思ってたのですが、この日のために用意してくれてたんですね。大量のガラスの精錬中に実験です。やっぱりガラスに鶴を這わせられたと思ってたのは記憶違いでした。上の鶴に狙い定めても這わせられません。で、ようやくやり方を思い出しました。まず鶴を這わせられるブロックを乗せて鶴を這わせ、そしてそのブロックをガラスに入れ替えればよかったんです。気持ち的にはすでに塔に積んだブロックを仮でも塔に積みたくないので、ガラスなどを全部積むまで鶴を這わせられるブロックを一つ保持しておきます。こだわるわね。まあ、多くの原木を仮置き用にしておけばいいだけですし。ちなみにピストン系もガラス同様、直接鶴を這わせられないんですよね。他にもそういうブロックがあったはずです。
さて、現時点でガラス用に揃えられる専用9種類を用意しましたが、ガラスの精錬にまだまだ時間がかかります。空き時間を使って塔をツルに張り替えてきます。あと少しでてっぺんなのですが、ツルが足りないです。日が暮れるまでにツルの収集が間に合わなかったんですよ。これ、よく考えるとはしごからツルには登れるのよね。最上部の2段だけツルに張り替えれば済んだんじゃないの？それはそうですが、でもはしごは今日のアンラッキーアイテムなんです。回収したはしごは東西通路の東方面に再利用します。落下死防止にスライムブロックを岩盤に並べても、この土があるとどの道死ぬんです。あと、さっきこの土で死んだので縁起悪いし腹いせに撤去です。さて、まだガラス精錬が終わってないので実績解除始めます。序盤は木の道具3種類ですね。まあそんなわけでまずは木のクワ。ってあれ？実績解除が来ないです。なんで？先に作業台を作るの忘れてました。何をやっているんだか。まあもう木材節約する必要もないのですが、木のクワ2本作ることになったというのが物悲しくて痛恨です。人参畑を作るときに使えばいいじゃない。食べきれる量だけ収穫できるコンパクトな畑が好みです。でも、村人取引で農作物を扱う可能性もあるかもしれません。今回の企画ではエンダーアイの入手に取引が不可欠ですし。さて次は、このおどろおどろしいのは 1.8 の新実装でしたね。かまど作っておきます。作業台と違ってかまどは数多くあっても使えます。そしてほぼ使わない石のつるはしも。さて、次ですが、鉄鉱石は今精錬中です。ついでに魚も焼いてしまいたいです。手持ちの魚は全部調理済みだし、廃校拠点の釣り堀使う？まあ地上でもいいと思うけど。いや、ここに釣り堀を作ります。さて釣りましょうか。手持ちの魚はほぼ食べきってるし、10匹くらい釣りたいですね。釣り堀にきちんと使っているのかな。そもそもこれは釣り堀と言えるの？掘った場所で魚が釣れれば釣り堀です。3分ほど試行錯誤してみて、釣り竿を振った時にドボンと音が出る時と出ない時があることに気づきました。ひょっとして単に真上から釣り竿を振るだけでよかったのかな。来た来た。無事にこれが釣り堀だと証明されました。こんなところで釣られた魚に謝罪しなさいよね。さて、ガラスの精錬は残り4つですが、こんがり焼けてますね。鉄の方も焼けてます。これでトロッコ実績に進めますね。魚釣りの途中ですがそろそろ魚も焼けたかな。こちらもこんがりでした。さて肝心の、当面の主食集めですが。釣り竿釣れました。宝釣り2、耐久力3、入れ食い2です。そして魚がもう少しで10匹となるところです。早速ラッキー7の効果が出てきました。だからなんで余計な運使うのよ。で、その1分後です。エンチャントの本が来ました。フレーム1、ダメージ増加4、水中採掘1です。あ、やっぱり水中作業が終わった直後だと来るのね。フレームがついてるとちょっと武器につけにくいです。オーバーキル実績用に使い潰しても悪くないのですけど。ところで、いつの間にか塔の側面にツルが広がってますね。側面にも増えていくことは知りませんでした。せっかく壁で増やそうとしてたのあまり意味なかったです。というわけでツルをかき集め、塔のてっぺんまでツルに張り替えられました。さて、次に解除する実績はトロッコです。
トロッコ実績は確か、座標軸的に1キロの距離が必要となるので、あと120メートルほどレールを伸ばさないとなりません。リスポーン拠点側だと伸ばしづらいので、レールは廃校拠点側を伸ばします。廃校のみ探索エリアも貫かないとならなそうね。さて、早速廃校拠点にやってき、なんでいるのなんで。安全確保が甘々なのよ。いえもちろん計画通りです。ちょうどこのタイミングで一体紛れ込むよう微調整してたんですよ。いやーうまくいってよかったです。さて、ガシガシ掘っていきますね。100メートル程度なのですぐでしょう。ちょうど土が敷き詰められた謎の広間を突っ切ることになるようです。さて、この辺りから未探索エリアです。木材回収はだるいのでそのまんまレールを這わせてしまいます。多分1回限りしか通らないので、安全確保は適当でいいでしょう。残りのレール敷き終わるまで10メートルほどのところでさらに廃校を掘り当てました。案外廃校が伸びていますね。斧を持ってくればよかったです。これで完成。毒蜘蛛たちがトロッコ実績の応援に駆けつけてくれました。直に見えるように横壁掘ってあげなさいよ。おっと出発時刻が来てしまいました。では、こうです。よし、子供ゾンビは来なかった。もうそういう応援いいですよ。ちなみにここにあったベッドは持ち運び用に撤去しました。で、ここから8倍速です。というわけで、世界のトロッコからの実績解除です。さて、あと地下で行えそうな実績はダイヤ入手くらいです。次に進められる実績は、ゾンビにダイヤを受け取らせる、エンチャント台、ネザー、金リンゴ、50メートルスナイパー、牛転がし、パン作りとケーキです。地下でできるのもあるけど、まあそんなところね。というわけで、ついに地下に引きこもる正当な理由がなくなってしまいました。次回からは地上探索を開始します。やっぱりコンパスの中心は塔のすぐ近くです。コンパスの中心はこのワールドに初めて降り立った場所からずれるのですが、前作の経験上、リスポーンした場所の重心あたりのようだったのでこれは予期していました。何度も死んでてよかったわね。さて今回はここまでです。次回は塔を伸ばして地上の小山でも歩き回れる高さを稼ぎ、そして新ブロック入手と実績解除しつつ、地図用のサトウキビ探しです。そろそろ馬やロバに避難を呼びかけた方がいいかしらね。いや今回はまだ乗るとは決めてません。状況次第です。それではまたね。バイバイ。